どうもソウルデザイナーやすよです。いつも YouTube ご覧くださりありがとうございます。今日はですね、2020年、もう一度引き寄せの法則を使ってみようシリーズの、ボリューム6をお届けします。はい、皆さんこんばんは。ボリューム6なので、ボリューム1からボリューム1からボリューム5まで、まだお聞きされてない方は、最初にそれらを見てからこの6をボリューム6を見てください。今日はもう一度引き寄せの法則を使ってみるためのいろいろ準備というか、そのあり方とか状態を整えて土台をしっかり作った上で最終的にどういうふうにやっていけばいいかっていう話をしていきたいと思います。はい、ボリューム6では、今年はですね、2020年は本当に思ったことがすぐ具現化してしまう、エネルギーで、これは星の配置とかそういうもののエネルギーで、そういう風になってるんですけれども、究極の具現化の1年と言われているのが2020年です。なのでこの究極の具現化の1年なので、引き寄せの法則をきちんと使えるようになったらいいんじゃないかなと思って、今回はこの究極の具現化の1年を、引き寄せの法則を使って意図的にやってみようっていうシリーズです。で、今日は6なので、最終これで終わるかなこれで終わんなかったら、7もやるかもしれないんですけど、今日は6のお話ししていきます。皆さんこんばんは。でですね、土台が整った上でだよ、今日は。だから土台を整えるのは、1、2、3、4、5までで、ぜひ土台を整えてください。で、土台を整った状態っていうのはどういう状態かというと、基本的にあまり自分に疑いがない、もう自分のことをあまり否定したり、肯定的な状態になっている、自分で選んだことを信頼している、で自分が望んだものは、必ず実現すると信じているぐらいの土台が整っていたら最高です。なのでこれが整ってた方が、具現化、自分が望んでいるものを具現化する上では、そんなに変な風になんていうのかな、土台整わないままやると、望んだ通りに近いかもしれないんだけど、ちょっと違うような感じになっちゃったりとか、ちょっとなんか複雑で難しくなっちゃったりとか、そんな風になりやすいので、基本状態は、自分のことをとても好きで、信頼していて、なんかあまり疑わない状態で、素直な状態になってると、この引き寄せの法則はとても有効に働きます。なので、素直な状態になるために、ぜひ1から5までをしっかりやった上で、次のステージに進んでいただければいいなと思います。どんどんみんな集まってきました。ありがとうございます。そして、じゃあ素直な状態、自分の土台が、素直な状態になった上で、じゃあ引き寄せの法則をどうやって上手に使ったらいいのかっていうコツ
をお伝えしていこうと思うんですけれども、まずは、必ず文字にして書くっていうのが、今年のアクションとしてはとても大切です。頭の中っていうか自分の内側の中でイメージするのもいいんだけど、今年は特にきちんと文字に起こすっていうことが結構大切になってきます。で、文字の起こし方も、なるべく具体的に書く。具体的っていうのもすごく大切で、具現化していきたいことを具体化すればするほど、それが究極の具現化に、スピーディーにつながりやすくなります。で、具体的に自分の望みを、文字に起こしていくっていうのはあんまりやってこなかった人は結構難しいんですね、これが。で、私はこれずっともう10年ぐらいやってるので、自分の望んでることを言葉に具体的に表現するのはさすがにもう慣れてきてるので、それをやることはそんなに苦ではないんですけど、あまりやってこなかった人は自分の望みを言葉に具体的に表現するっていうのはちょっとね、結構練習が必要なので、まずこれを集中してやってみることが大切になってきます。で、なんでかというと、例えばよくみんながやりがちなのは、とにかく幸せになりたいとかさ、とにかくお金が欲しい、お金がいっぱい入りますようにとか、なんかそういうざっくりした感じの具体的ではない、願いの仕方をしやすいんですね。幸せになりたいとか、豊かになりたいとか、喜べる人生がいいとか、そんな風に具体的ではない感じの書き方をしがちなんだけど、これはイメージで言うと、例えばレストランに入ってすいません、なんか食べ物くださいって言ってるような感じなんですよ。レストランに入るってことは、何か食べたいからレストランに入るんだけど、そのレストランの人に向かってすいません、なんか美味しい食べ物くださいみたいな感じに言ってるのと一緒で、そうすると何でもいいなら何でもいいんですけど、美味しければ何でもいいっていう考え方であれば、それはそれでそういう人生もまたそれはそれで面白いと思うんだけど、望んでる食べ物があるんであれば、私は、何エビとアボカドのトマトソースパスタと、あとは、ブロッコリーの海鮮サラダと、赤ワインくださいみたいな感じで、こう食べたいものを具体的にこう言えるようになると、それが具現化しやすいんですけど、その幸せになりたいとか豊かになりたいとかいうだけの願いだと、なんか食べ物くださいみたいな感じになるので、なかなかこれが具現化しづらい、状態だっていうのは分かりますよね。なのでそういうことじゃなくて、具体的にエビとアボカドのパスタとかさ、なんかそんな風に書けるようになるために、まずはとにかく言葉にして書いてみるってことをやってみましょう。なるべく具体的であればあるほど究極の具現化はしやすくなってきます。で、言葉にするのがどうしても苦手なんだったら、いろいろ工夫して、自分の理想の状態の、写真とか絵とかでもいいから用意したり、絵を描くのが上手な人がいるんだったら、その自分の絵でその自分の理想の状態を表現していくっていうのもいいと思うんですけど、
まあでも、やっぱり言葉の方がね、初めに言葉ありきっていう私の大好きな旧約聖書のフレーズにもあるように、言葉が人生を作っていくので、その言葉のエネルギーを、うまく使えるようになればいいのかなと思っております。まあこれがまず一つでしょ。あとはですね、そうだな。今年に関して言うと、大きい願いを書いた方がいいかな。自分の最大級の夢を書いてみるっていうのが、2020年の、引き寄せの法則を最大限に活かせる秘訣になります。で、自分の最大の夢っていうのを書こうとすると、またここにもちょっと抵抗が生まれるかもしれないんですけど、なんか無理かなとかさ、ちょっとこれは手が届かないよなっていうふうに考えがちになりやすいんですが、大きく書いていった方がこの2020年のエネルギーは上手に使えるようになっているので、なるべく大きな夢を具体的に書けるようになってくると、究極の具現化のエネルギーをうまく使える状態になります。で、これまた難しいんだよね。大きな夢を具体的に書くっていうのは、まだ自分がやったことないこととか、なったことないことをイメージングして書いていくことになるので、これもまた練習が必要になってくるんですけど、でもそうは言ってもやっぱりこの引き寄せの法則を2020年上手に使えるようになりたいんであれば、ここは、ぜひ頑張って具体的に大きな夢を書いていくってことをしてみてください。まあこの書く時のポイントとしては、自分に問いかけてほしいのは、もし絶対にうまくいくと分かっているなら、どんな夢を書きますかって自分に聞いてみる。絶対に叶うんだとしたら、絶対に叶う。これを書いたら絶対に叶うんだけど、じゃあ何書きますかっていうふうに自分で聞いて、それに対する言葉を文字にしていくことが大切になってくると思います。それぐらいかな。なんか大事なのはね、とにかく言葉にして書くっていうのが、2020年の最大の、具現化していくエネルギーを使えるようになる秘訣かな。だからそんなに難しい話ではないんだけど、でもあんまりやってこなかった人にとってはちょっと難しいのかなとも思いますけど、ぜひそこを集中してやってみたらいいんじゃないでしょうか。あとはね、今年のエネルギーが、自分だけがうまくいきたいとか、自分だけが成功したいと思うと、ちょっとうまくいかないエネルギーなんですよね。なので、その自分の願いが、結果的に社会に貢献するようなことにつながるっていう風につなげられたらもっといいです。そうすると、この今年のエネルギーは、その願いは積極的になんていうか広げてくれるエネルギーなので、自分が欲しい、自分があれが欲しい、自分があれをやりたい、自分だけがうまくいきたい、自分だけが成功したいっていうエネルギーよりは、自分の望みが、例えばもう極端に言うけど、
自分のこの望みを叶えることがイコール世界平和につながるとか、ちょっと大きすぎるかもしれないんだけど、できればそういうイメージを持ってる方が、今年のこの魔法を使いやすい一年になってくるので、ぜひこれを自分なりにイメージして考えてもらえるといいんじゃないかなと思います。それぐらいかな。大切にしてほしいことは、とにかく言葉に出す。言葉というエネルギーを使って自分の望みを形にしていく。そしてそれをちゃんとノートに書く。っていうのが一番今年の2020年、この引き寄せの法則を、上手に使える、秘訣だと思います。こんな感じかな。なんか言葉にしちゃうとそんなに難しいことじゃないよねって思っちゃうんですけど、でもこれがあんまりみんなできないんですよね、実際は。なのでこれを、こういうワークっていうのはとても自分自身とやるワークなので、結構地道な作業だし、自分の言葉と自分の思いと自分の気持ちに寄り添っていく作業になってくるので、ほとんどの人が結局やらないんですよね。大体やらない。分かってたってやらないっていう感じになっちゃうんだけど、やっぱ2020年はこれをしっかりやった人と、それをしっかりじゃないや、それをやらなかった人では、全く違う現実が起こってくると思いますので、ぜひせっかくこれを聞いてくださったのであれば、この言葉のエネルギーを上手に使いながら2020年の、究極の具現化の、エネルギーに一緒に流れに乗っていただければ嬉しいなと思います。はい、じゃあ6でこの2020年もう一度引き寄せの法則を使ってみようシリーズ6で終わります。これからもこんなようないろんな素敵なことをお伝えしていきたいと思いますので、こちらの YouTube チャンネルぜひチャンネル登録よろしくお願いいたします。ありがとうございました。ソウルデザイナーやすよでした。